Welcome to GAK Dev. My name is GAK. Dev stands for Land Rover Defender. This channel is designed for building an overrunning Land Rover Defender and anything related to, like restorations, troubleshooting, tool reviews, and more. Thank you for watching this episode. Today, I'm sitting on the right and having an acrylic partition, splash infection, prevention shield, guard, barrier divider, virus blocker, whatever you name it. I have a very special guest. He's Japanese and we're gonna start conversation by speaking in Japanese. So please turn on English subtitles except Japanese speakers. Subtitles option can be turned on from here on a PC browser and from there on a smartphone and tablet. And please do not choose Auto Translate. YouTube AI still needs more Japanese lessons. And don't miss it. We've got some giveaways at the end of this episode. So please welcome Japanese king of tools, the director of Factory Gear, Mr. Takanokura。 はい、というわけで今日はファクトリーギアの社長の高野さんに来ていただきました。本当ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。まさか自分の YouTube チャンネルに初めてのゲストとしてそうですか、はい、社長さんが来ていただくなんて本当夢にも思わなかったんですけど、本当にこんなど田舎まで足を運んでいただきましてありがとうございます。かねてから私社長さんの大ファンでありまして、このように社長さん執筆されている本をですね読んで、そして少しずつ社長さんの知識吸収させていただいて、自分も工具好きになっていったり詳しくなっていったっていうことがあったんですけれども、社長さんの方からまずそのファクトリーギアというお店始められた経緯を少しお聞かせいただいてもよろしいですか。皆さんこんにちは。ファクトリーギアの高野倉と申します。私1995年にたまたまお店があったとか自分の家があった場所が区画整理になりましてね、それでお店を作る時にもともと小さな町工場とかに、ベアリングとかボルトとかドリルとかを収める仕事をしていたので、それでファクトリーの道具をファクトリーの道具を売ろうということでファクトリーギアという看板をつけて、それで当時私も若かった1995年なので若かったのでちょっとおしゃれな建物にして作ったわけなんですね。で本当に工場用のものを集めて置いてあったんですけれども、ちょっと店の形が変わってるので、車の関係の工場の形のあれはですね実はね、ファクトリーというかこういう形なんですけど、あれ実はクジラなんです。クジラなんです。クジラをモチーフにした建物を作りました。紺色の。そしたら車関係の方がいらっしゃって、赤い工具箱ありませんかみたいなことをこうよく言われて、で赤い工具箱ってこれですかって言って、この弁当型のね、こういうので、いやそれじゃなくてこういうのって言われて、全くちんぷんかんぷんだったところからスタートしたんですね。でたまたま友達のですね自動車整備工場に、溶接機の納品に行った時にその溶接機のセッティングに来てた営業マンの人がスナッポンの工具を持ってて、僕はもうその溶接機のセッティングよりも何よりもそのスナッポンの工具の美しさと重厚さと見たこともない質感に驚いて、世の中にこんなすごい工具があるんだっていうのにこう気づきましてね。でちょっと調べたところ、そういう僕らが日常的に工場に収めているような工具とは違う世界があるんだっていう話で、それで調べて世界中のいい工具を集めたお店をやりたいということで1996年の、春、ファクトリーギアの今のお店の、形をスタートさせたっていうことになりますね。今現在で日本国内で、13店舗、と海外がどこですか？タイに2店舗と、台湾に1店舗あります。
合計16店舗16店舗ですねと、そして、EC サイトとかオンラインストア、そうですね、オンラインストアと、あとは東京にはコンセプトスタジオっていって、天王ザイルに、ショップもあるんですけど、ショップ以外に、男のライフスタイルを提案するようなちょっとした、ショールーム的なものをやってます。ありがとうございます。社長さんの本の中で、多分これじゃないかな、違うかな、ほとんどの本だと思うんですけれども、いろんな海外のその工場に実際足運ばれて行かれて、なんかその一般的には見ることができない、その工場の中身も、ご紹介されてて、そこはすごい面白いというか、その行動力も含めて、一体どういうふうに行ってみようと、どんなところに行かれましたか？工具の本っていう本を、今の猫パブリッシングさんから出していたんですけれども、当時学研さんとかいう出版社だったんですけど、1年に1回出すんですね。でその1年に1回取材して、書いて、自分で企画して、で全部一人でやったんですよ、ほとんど。でそうすると2ヶ月ぐらいかかるんですけど、でそれをアメリカ行ってヨーロッパ行って、アメリカ行ってヨーロッパ行ってみたいなことを1年ごとにやったので、アメリカの場合はですね、実は工具メーカーって言ってもなかなか工場の中にまで入るっていうこと結構難しいんですけれども、っていうのはアメリカ自体、昔からそうですけれども、全部アメリカ国内作ってるっていうんじゃなくて、いろんなところに工場があってみたいなのが多いんですけど、ヨーロッパは比較的もう最初からその工場の中を見学させてくれるような習慣があるというか、なので、ヨーロッパ、主にドイツですね、ドイツのクニペックスですとか、ハゼット、スタビレ、ベラとかですね、そういった工場行きまして、あとスイスの PB スイスツールですとか、あとオランダにあるデウィットっていうガーデンツールメーカーに行ったり、あとベラさんっていうのはドイツの本当に工具エリアにあるんだけども、工場がチェコにあって、そのチェコの工場を見に行ったりとか、あとは台湾とか中国とか、アメリカの某有名ブランドが持ってる中国の工場の中まで入って、実際どういう工程で作ってるのかまで見せていただいたりとか、だから裏も表も全部かなり見させていただいています。なるほどですね。いやもう本当にそれ見て、いやすごいなと思って、普通に言ったら、日本の感覚で言ったら門前払いみたいな感じを受けて当然だと思うんですよ。だけど自分たちも実際そのランドローバーの部品の供給先、今世界でだいたい20数社の口座持って直接取引させていただいてるんですけれども、なんか全然すごいウェルカムな、なんかよくぞ興味を持ってくれたみたいな感じで、ある程度知識はあるので、話してるとすぐ心が通うところはあるとは思うんですけれども。そうですね、日本はやっぱり独特な商習慣があるので、直接メーカーと我々ショップが、直接の取引するっていうことはすごく難しいわけですよ。そうですよね。で必ずその代理店を通して、問屋さんを通して物を買ってくださいと。今実は我々はその日本の工具メーカーさんとも一緒に工具作りをしてるんですけど、OEM で作るものに関しては実は我々日本の工具メーカーでも直接取引できるようになったんですね。これとんでもない話で、昔だったら絶対考えられないですね。でも今なぜかというと、もうヨーロッパの工具メーカーさんがやっぱり我々と直接取引をして物を作ってるっていうのを日本のメーカーもこう見てね、いやもうちょっと僕らが2000年から作ってるディーンっていう、世界中の工具メーカーと一緒に OEM で作ってるブランドが、かなり評価もしていただいて、いろんな現場で使われるようになって、メーカーさんもすごい柔軟に対応していただくようになって、日本のメーカーも今では OEM を直接やるようになってます。ただ日本の潮流としてはそれって許されることではないそうですよね。でも海外はもう OEM 普通じゃないですか。そうです。なのでOEM をすることに対しての抵抗がないので、新しいブランドを作りたいっていうことになると、もうむしろ例えば台湾のメーカーなんかだともうヨーロッパとかアメリカのブランドいっぱいやってるんで、最初から OEM の話だっていうことで、話は聞いてもらえるんですね。僕もすごい驚いたのは、すごい全然大きい規模じゃなくて、ほぼ個人規模ぐらいでやってる、特殊な部品、ターボの部品開発してる
メーカーなんですけれども、これ何個ちょうだいみたいなこと言って話してると、次に向こうから返ってきたメールが図面買わないかって言うんですよ。わざわざこのイギリスから作ってものにして、それを日本に送って関税かけて何してってやるよりも、そんな多くは言わないから図面買って日本で作らないって提案されるっていう、すごいそれに驚いて、その感覚に日本でもちょっとありえないなと思いまして、そんなこともありましたね。国によっていろんなものづくりに対しての考え方があって、で基本的には工具の世界って割となんていうのかな、いい加減っていうか、まあジェントルマンアグリーメントっていう言い方するけど、何がジェントルマンなんだってよく思うことあるけど厳密な契約がないままで人間関係で作られるっていうのはすごいまだ多いんですよ、工具って。例えば僕あるヨーロッパの工具メーカーにプライヤーの OEM に行った時に、そこの会社の姉妹関係で関係がある工場に連れてっていただいて、もうめちゃめちゃ有名な工具メーカーの社長さんがですね、その自分の関係がある工場に連れてって、それで日本から来たうちの大事なお客さんだけど、この工場で彼の OEM の工具を作りたいと思ってるんだけどっていうと、やっぱりドイツ人なんで結構厳格だから、みんな難しい顔してる、そこって。でも僕がそこですごいなぜ日本のブランドをドイツで作りたいのかみたいな気持ちを一生懸命言って、でそれにちょっと社長がその話をすごい聞いて、面白い、彼のためにドイツで工具を作ってやろうじゃないかって一言言った瞬間に、みんなが急にじゃあやろうよってなって、何の契約もないまんま結構すごい秘密の話をベラベラベラってしだして物が急に作られ始めるっていう、そのなんか工具業界って多分昔から今こんだけ契約社会なのに、やっぱりいまだにご飯食べるとかお酒飲むとか一緒に時間を過ごすとかいうことで物が作られるっていうことがすごく多いんですよね。それ面白いですね、すごい。そうですね、ちょっとお酒の世界にも似てますね。その人間関係でそのビジネスつないでいく、僕もちょっとお酒の方をかじってるんですけど、そんな感じなのかなっていう。一つ言えるのは、これ工具を作ってるエリア、僕のね、勝手な今までいろんなところに行った経験でいうと、やっぱりね寒いところが多いんですよ。例えばドイツのブパタルっていうところも箱根みたいなとすごい山岳地帯で高低差があって、実はその高低差があるところの水が落ちる、その水力を使って水車を回して、水車を回したことで得られた動力で巨大なブロワーを動かして風を送り込んで熱量を上げることで鉄を作ったっていう歴史があるんですね。でそういういわゆる大都会では作れない、やっぱり大自然の中で、工具メーカーっていっぱいあるんですね。つまりちょっと悪い言葉で言うとめちゃくちゃ田舎の人たちが多いわけですよ。で真面目ではないとできない工具ってすごい派手でもないし、真面目にやり続けないとできないものづくりなんですね。なので田舎の方たちですごい人間関係とかその信頼感みたいなものを大事にするその環境がそういうところが多いと思うんですよ。なのでそこで食事をする人間関係を深めていく。でこの人はどういう気持ちで自分たちと取引しているのかなっていうことをちゃんと伝え合うことで、もう何の契約も必要なくよし OK とかいうのがあったり、あと例えば僕らがアイデアを出してでそれが商品化された時に普通だったら面白いなと思ったら世界中に売るじゃないですか。でもそれを堅くなにこれは高野倉さんのアイデアだからこれは売らねえとか俺はここの部分はあなたのアイデアだから絶対に他には真似させないとか言って何の契約もないけど守ってくれたりっていうのがあるのがちょっと工業界の面白いですね。それは特徴的ですね。今ないと思いますけどね、やっぱり古い人たちの世界はまだちょっとそういうとこありますね。そしたらそろそろちょっと多分皆さんが気にしてる工具のお話に移りたいなと思うんですけれども、そうですね、まず社長さんのここら辺がいいかなそうですね、こういう感じですね。
これ私のワークショップにあった私物はいなんですけれども、全てファクトリーギアさんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱりファクトリーギアさんのすごいところって、北海道で本当になんていうんですかね、B2B だったらある程度はあるとは思うんですけれども、ただそれでも数が限られて、その B2C の状態でもう実際本当に工具に触れて使って、よしこれ良さそうだから買おうってできるこの環境がやっぱりすごい、まず最初にお店行った時感動したのと、あとその店舗の在庫量の数と、なんか例えば自分がですよ、逆に工具屋やったらもう多分自分ひねくれてるんで、お気に入りのラチェット1本しか置かないみたいな、そんな売り方しちゃうと思うんですよ。僕だったら例えばファコムの旧型ファコム好きなんですけど、頭ちっちゃいので、だからもうみんなにもうこれ使えないよこれ使えないよみたいな商売しちゃうんだろうなとは思うんですけど、もう大体言ったら全てがあるんですよね。でそれであとはお客様の判断と、あと今日ちょっとカメラに映ってたんですけど、店長さんもいらっしゃるんですけど、店長さんお世話になってます。相談したりとかして、購入できるってすごいことなんですよ。やっぱり在庫量を確保するって尋常じゃないことだと思うんですよね。なんか佐々さん、今在庫何点あるとかってなんか覚えてたりされるんですか？いやそれがその100万なのか1000万なのか億個なのか、もうなんか天文学的な数字ですよね、本当に。やっぱりね、ちょっとすごい思ったのは、よくね、どれが一番いい工具ですかって質問があるんですよ。でも人間の手って千差万別で、でかい手もあれば小さい手もあれば、めちゃくちゃすごく力がかけられる人もいれば、全然力がかけられない人もいれば、指にしても人差し指が短かったり長かったり、親指が短かったり、こう広がったり広がらなかったりって、人間の手って実は全然一緒じゃないんですよね。今度顔と同じぐらい手って違うってそうやって言いますよね。でさらに癖があって、でもっと言うと自分が回したいネジも、ディフェンダーなのか、それこそポルシェなのか、ソアラなのか、86なのかって言ったら全部違う。回し方も違うと思うんですよね。回し方も違うんですよ。そうするとベストなツールっていうのはないんですね。でそれとどう出会うかっていうことがすごく重要で、このファクトリーギアのお店に行って感じてらっしゃるかどうかわからないですけど、極力うちは梱包してある状態で工具を並べない。そうですね。裸でそうですよね。なるべくされて。でそれって本当は今時どうなのって話なんですけれども、でもやっぱりこう持った感覚とか触った感覚って実はすごく重要だし、日本人ってやっぱりそういう意味で言うとの感性がすごく、ちょっとこう異常なぐらいそこを気にする人たちなので、僕はたくさんの工具に触ってもらいたいっていうのが店作りのまず大前提にあったっていうのはありますね。でもう本当に私も経営者の端くれではあるんですけど、やっぱりその16店舗あって、オンラインあって、在庫センターもあって、スタジオもあるって、また今度ちょっとぜひぜひここで言ってあれなんですけど、いや本当大変ですよ。大変ですよね。大変です。だから今の世の中のマーケティングで言ったら、誰もこれやったらいいって言わせん。そうですよね。もうほとんどの人に、例えばいろいろね、会計とか財務とかね、そういうビジネスの世界で言うと、もう邪道も邪道も邪道で。そうですよね。なんか例えば、僕も普段眼鏡かけるんですけれども、多分世界中の眼鏡集めたよりも多分多いですよね、工具の方が。全然多いですよね。だからもうそんなお店をやるのかっていうところで、もう本当にありがたいことに実際触って、でそしてファクトリーギアの社長さんのところで作られている、ディーンですけれども、自分もお気に入りで、ちょっとここから失礼しますけど、なんか変な世の中になりましたね。やっぱりこの特に、トルクラチェット、トルクレンチ何本か自分4本持ってます。でなんか昔も持ってたんですけれども、なんかやっぱりこうなんですかね、この操作が簡単、難しいトルクレンチって結構多いじゃないですか。だからやっぱりでもこのトルクレンチのすごいいいところって、この誰でもすぐできるっていうのが一つあったりだとか、あと
これグリップはちょっとどっかで、はい、そうですね。いや、これ自分たちで全部作られたんですよ。ちょっと違いますよね、こういうところなのかな。やっぱりこれすごい僕一番使うんですけれども、大変重宝して、まあ、ちょっと簡単に説明すると、まあ、トルクレンチはですね、例えばトルクレンチ専門メーカーって、そのトルクを、正しく出すっていうことに関してプロフェッショナルなんですね。だけどそのラチェットヘッドとかっていうの逆に全然こだわってなかったりするんですね、でも僕らはやっぱり工具を売ってる立場とすると、ラチェットヘッドにこだわりたいんですよ。このラチェットに、ラチェットの操作感とかがこれうちの本当のラチェットと同じ操作感、要は普段使ってるラチェットとトルクレンチを使う時にフィーリングが違うと嫌なので、極めて通常のディーンのスタンダードのラチェットと同じフィーリングで使えるラチェットヘッドを使ってるんですね。この感じは72ぐらいですか。そうですよね。でそれをすごく大事にしてるっていうことと、もう一つトルクレンチの命っていうのは、この中にコイルスプリングが入ってるんですけど、このコイルスプリングがどれだけ要は個体差なく精度を出せるかっていうことで、実はこのスプリングはドイツのスプリングをそれをこう選んで中に入れて、それだけのために、そうです。それでドイツのものだけをスプリングだけはドイツから取ったりとかいうので、まあ、精度とかに関してちょっとシビアにものづくりをしたりとかしてるっていうのが一つあるんですね。で今おっしゃっていただいたこのグリップ、多分気になってらっしゃると思うんですけど、このグリップを作るきっかけになったっていうのが、これ多分もうお分かりの方ならもうすぐ分かると思うんですけど、スナップオンの昔のグリップってそっくりだと思うんですよ。でそれにマックツールのペンタゴンって、まあ、五角形の形をこうミックスしたものなんですけれども、これはなんでこれを作ったかっていうと、スナップオンがその旧型のグリップをソフトグリップっていうのに変えちゃったんですね。でソフトグリップしか世の中に入らなくなった時期があったんですよ。でその時にこのスピナーハンドルっていうのは使い方としてはこう回すだけではなくてこう縦に回すことがありますよね。そうするとそのソフトグリップが日本人の手にはでかすぎて回せないと。でどうしてもこのスナップオンやマックで使ってるこのグリップを作ってほしいと。でこの縦溝薄く入ってるんですけど、その縦溝がとても指にフィーリングとしてすごくいいんだっていうことで、それで、スナップオンマック使いの皆さん方が熱望してた、その旧グリップを、に近いデザインを作ったのがこれ。ちょっとちっちゃい目です。それ日本人の手。そうですよね。ちょっとちっちゃいですよね。でやっぱそうなんですよ。それをありがとうございます。お気づきで。スナップオンはやっぱでかすぎるんで、日本人にとっては全体的に大きすぎるから、それをやや小さくして。っていうのでそのソフトグリップしかなかった時にこれを出したんです。なるほど。いや素晴らしいですね本当に。その他いろいろあるんですけど、やっぱり最近の話題はもう通常ラチェットをこう回しますよね。ところがこの触れないここにスペースがなくて、触れないところだと回せないんだけど、これはこう回すことができるんですね。でこれ8分の3なんですけど、このグリップを探すと入れ替えると4分の1、四分位置にもなるとっていうね。でさらにここに直接ビットもさせるっていうことで、そこですよね。それで非常にもうロークリアランスのところでもこう使える、狭いところで使えるっていうので非常に人気になる。僕はもったいなくて普段なかなか使わないですよ。本当にもうエンジンルームのやばいみたいな時にそういえばみたいな感じであれがあるじゃないかっていうことで大変重宝してるんですけれども、日常使いで使うものではないと思いますね。ありがとうございます。そしてそうですね、話はさらに工具になるんですけれども、その車載工具とか私やってるのはディフェンダー作ってそのまま許可が出るかよくわからないんですけど、世界中を旅してしまおうということで考えて車を作らせていただいてるんですけれども、なんていうんですかね、例えば一つイギリス車あるあるのこのポジドライバー、これがないともうパネル1個フィリップスでも無理やりやればできなくはないですけど、ネジにとっては良くないですよね。なので
例えばこういうドライバーをこう車に入れて持っていくのか、結構その積載が限られるわけなんですね。他にもなんか生きていくための必要な道具があるので、その必要最低限でいかなきゃならないんですけど、こういったドライバーを持っていくのか、例えばこういった本当入り組みのポジもあったけど、今回ちょっとキラキラしてかっこいいので金なこれしますけど、こういった差し替え式のドライバーでいくのかって、これをどういうふうにしたらいいのかって何か社長さんからご指南いただければと思うんですけれども、例えばこういうのって、こういう軸がいっぱいありますよね、種類がいっぱいあると思うんですけど、間違いなく全部使わないですよ。そうですね、で旅に出る時にこれ全部持っていく必要ないじゃないですか、でも例えばヨーロッパ車だったらポジの、だったり日本車だったらプラスの2番とかいうので、もう多分ご経験あると思いますけど、これ潰してしまったりとか、あとこうなんていうのかな、潰すことが多いですね、なので車載するんであればこれを、プラスの2番よく使うものをプラスの2番を何本も持っていくよりも、グリップと使うシャフトが 2,3 本あれば持っていけるので、そういう持っていき方をしたらいいんじゃないかなというふうに思います。全部持ってって、もしこれで持ってってポジの2番がもう割れたりとか、壊れたらもうそれで終わりですよ、アウトなので、それが本当に例えば山の中だったり、街の中で買える環境にあればいいけど、うわーっていうのだったらおしまいなので、グリップとシャフトで使うものを中に入れとくっていうのが一番いいような気がしますけどね。そしてさらに例えばポジの2番使うならポジの2番2本持つとか、なんかそんな具合ですよね。多分このねマイナスの5番なんてこれいつ使うんだろうみたいな。そうですね、いらないですよね。それは持ってかなくて。なるほど、ありがとうございます。あとやっぱり以前社長さん初めてお会いした時に教えていただいたのが、これがもう旅に出るならもう自分はこれを持っていこうともうすぐ決めたんですけれども、このラングの、この切り替えできるっていうこのクニペックスいっぱい持ってるんですけど、いやクニペックスやりやすいんですよ。でもやっぱり1本持っていくなら、これ実は切り替えタイプのあるんですけど、壊れますよね。壊れやすいんですよね。でやっぱりこれはですね、とても耐久性があるっていうことで、車載していく工具って基本的にやっぱり壊れにくいものっていうのを選びたいっていうと思うので、これ軸用穴用両方持ってくるの大変なので、これ1本あれば両方いけちゃうっていうので、実はこれ先端も変えられますからね。先端もいっぱい一緒についてくる。先端も一緒に持っていけば大丈夫っていう、そういうものですね。なかなかありがとうございます。これで私のもう問題は解決されたんであとそうですね、で願わくばではありますけれども、ちょっと実現するかわからないですけれども、工具ってやっぱりある程度勉強したりとか経験積まないと、なんていうんですかね、自分に合ってる合ってないっていうのはその車で使える使えないっていうのがありますよね。なんかある日突然言い方が出てきたりとか、うわーソケットないみたいになって、そうですね、ディフェンダーもエンジンにあるんですけど、1箇所だけあるんですけど、そういうのもあるんですけど、やっぱりできれば何段階に分けて、これは車載だよ、これはサンデーホームメカニックぐらいのボリュームだよ、そしてこれはもうフルセットだよみたいな、やっぱりディフェンダーの工具セットなんて、それはもちろん、作ることもできますし、逆にまたね、ここまでやってらっしゃるんでこの経験をもとにこれ入れましょう、あれ入れましょうみたいなのを逆に教えていただければと思うんですね。よく僕ら工芸やってるとですね、何々の GTR の何年式の何とかのプラグレンチのサイズいくつやって聞かれるんですけど、いや分かんないです僕ら工芸なので、それは日産のメカニックの方に聞いてくださいっていうのがあるので、逆に皆さんのそういうこれをやるのにはこれがいいみたいな、このサイズのこういうものがいいんですよっていう情報いただければ、それに合わせて僕らは工具セットを作れるので、すごいそういうのはもうなんか逆に教えていただければすごい。なんか多分みんな大変だと思うんですよ。選ぶのも大変だし、面倒くさいし、すぐじゃあそれがあるかって言ったらないっていう環境だと思うので、ぜひ社長さんとファクトリーギアさんのスタッフの監修のもと、もうぜひそれは感じだっていうことで。
昨年ですね、ヤマハさんがですね、セロっていうオフロードバイクがファイナルエディションが出て、でその、セロっていうのはもう完全オフロードでどんなところでも走れる、でその時にヤマハさんが要は災害時に車が入れないようなところに、このセロに乗って、我々ライダーは、セロに乗ってても我々ライダーはやっぱり世のためにこう走り回れる正義の味方でいようみたいなキャンペーンをやることになったんですよ。それでクラウドファンディングでお金を集めてこうなんていうのかな、防災ライダーステッカーみたいなのを作りましてね、こう俺らは正義のライダーの証みたいな、でそれをバイクに貼って、それでこう仲間と一緒に俺たちバイク乗り社会に貢献しようぜみたいなことをやったんですね。でそこのクラファンで、防災ライダーがその災害時に走った時に絶対に帰ってこなきゃいけないじゃないですか。そうですね。防災ライダーとして活躍したのに何かトラブルがあった時に帰ってこないっていうのは一番ダメなので、その I'll be back っていうキットを作ろうっていうので、ヤマハさんと一緒にうちがそのセロのクラファンでやる工具セットをうちが作ったんですよ。でそれのかっこいいじゃないですか。I'll be back ですよ。でその中に入れる入り組みはやっぱりヤマハの開発の方が起こりうるである事故を想定して、その時に一番使えるものをヤマハさんが選んだのと、あと通常入ってるものを僕らは工具屋としてやっぱり所有欲を満たすようなフィニッシュにしたかったんで、もともと車載工具ってザラザラしてるじゃないですか。それをピッカピカに仕上げて作ったセットっていうのがあるんですね。なんかそういうのでした。そうですね。なんかそうですね。SST まではいかないんですけど、例えばもう灰って言われるようなこういう例えばディフェンダーの場合、ランドローバー他の車両もそうなんですけど、この 52mm ソケットはもうハブ周りやるのに必須なんですよね。でそこら辺で売ってないですよね。52mm のもうアウトですね。多分店頭に 52mm のソケットうちいつもあるよってところはあんまり知らないですけど、この重さといい、このオブジェですよね。オブジェですね。なんか文鎮かなんかよくわかるんですけどね、お茶も飲めそうですね。穴が埋めたらね。これ持つだけで結構筋トレになっちゃう。そうですよ。日本で言ったら多分 KTC 貢献ぐらいしかないと思う。そうですよね。いやだからこれが必須ってこれ多分もうサンデーメカニックレベルで必要なんですよね。これは絶対必要です。サンデーメカニックレベル。そう、そんななんか変わったセットだったり、あとこのなんとも不思議なお店では多分このタイプはあまり見たことないんですけど、16分の9のこれプロペラシャフトをばらすときなんていうんですかね、メガネが入らないんですよ。だからもうこんな感じだったりだとか、これもね間違いなくこれサンデーメカニックレベルの入り組みには必要だなみたいな。この長さが必要なんですよ。だからその長さが逃げるのに、その長さ必要だったりだとか。16分の9っていうのはやっぱりなんかね、なんでそこだけしかもあれなんですよ、ネジ山が細めなんですよ。 UNS なんでそこでさらにナイロンナットのクオリティが悪くてすぐ舐めるんですよね。だけどみんな適当に 14mm とかに回したりしてくるんでいやっていうこれイギリス車あるあるでね、やっぱり一番イギリス車っていうのは世界の車の中でもネジの種類が混在してて、で古ければ古いほどいろんな人の手が入っててぐちゃぐちゃになっちゃうっていうので結構ね大変ですよね。そうですね。そんなのもあるので、やっぱりやっぱりこの車乗ってたらどんどん自分で触りたいなって気持ちになってくるんですけど、ぜひ教えてくださいよ。やりますよ。それも世界に旅する前にうちがご用意してそれで世界で売り歩いてる幼少しちゃったからですね。でトラブル起こった時に全部これをあってよかったっていうのをやりました。そうですね。そんなことも将来的にできたらななんて思ってますので、よろしくお願いします。はい。そんなことで今日は本当にこんな
ど田舎の、いやいやとんでもないです。なんもないこのガレージに。いやいやもう素敵でね、本当スタジオで。大変ありがとうございます。社長さんの YouTube チャンネルはいやられてますんで、どこかな、ここぐらいかな、出てきますか。はい、出てくると思うんですけど、そこで工具一つ一つ新しい工具だったりだとか、いろんなすごいなんていうんですかね、その説明がやっぱりもう聞いてて楽しい。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、もうなんですかね、眉唾ものの毎回眉唾で非常にありがたいなって思うんですけれども、チャンネルもあるので皆さんぜひチャンネル登録、はい、していただきたいなというふうに思います。そして今日はちょっとこの場にはないんですけど、ちょっとしたプレゼントを、はい、ご用意しました。はい、どこかな、ここら辺ですかね。分かんないですけど、ここら辺ですかね。はい、はい、なんか社長さんの方からプレゼントもいただきましたので、そうですね。ちょっとプレゼントの応募方法はまた後ほど伝えさせていただきたいなというふうに思います。はい、社長さんやっぱり最後に工具の魅力って何かっていうのを教えていただきたいなと思うんですけど、社長さんにとってですね。僕が本当に工具屋やって何が嬉しいかっていうと、すごいものづくりとかメンテナンスをすごい真摯にやってらっしゃるね、今日もそうですけれども、こういう皆さんと出会えるきっかけを作っていただいて、本当のその工具を売ることの楽しさっていうのも本当に感じてるんですね。でやっぱりうちで扱ってる工具っていうのはやはり安いものではなくて、工具を作ってる人たちもすごい一生懸命に作ったいいものなんですね。でやっぱりそのちょっと高い工具でも買ってやろうとする人たちはなんか丁寧にネジを回そうとか、いいものを作ろうとか、いい仕事をしようっていう方たちがすごく多くて、なんかその工具を通じてね、そういう皆さんのその心意気とか、そういう皆さんのなんか生き方みたいなことを僕はすごいたくさん学ばせてもらって、そういうのに触れたことで逆にもっと本当にいい工具を作らなきゃいけないなと思うし、そういうものを探してきて皆さんにお届けしたいなっていうのは、僕のこのパッションは何から来るかっていうと、そういう皆さんの日常のものづくりやメンテナンスのお仕事の姿なんですね。なのでぜひですね、本当になかなかものづくりとかメンテナンスって汚いとか大変とか言うので、皆さんになかなかやりたがらないけれども、僕は本当に尊敬してるというか、そのお手伝いをこれからもしたいと思ってますし、いい工具を使っていただいて皆さんをサポートできればなって思いますね。これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに社長さんで自分で車とかは僕ね、実はこれもちょっとあれなんだけど、4、5年前まで一切絶対自分で工具を使って趣味をやらないって決めたんですよ。でなぜかというと、好きな工具が決まっちゃうから。そうですね。そうするとその好きな工具を言うようになっちゃうので、でもだいぶ年を取りまして、最近分別ができるようになったんで、いろんなことを自分でやるようになりました。どんなもの作られたりとか。最近ですね、今ちょっとチャレンジしてるのはヤマハの SRV の250というバイクをレストアしてたりするんですけれども、今ちょっとやってるのは家具をね、外で使う家具を作ろうっていうのをやってるんです。で大体木って腐っちゃうじゃないですか。その木をちょっと特殊なガラス塗料でコーティングして、でそれをカットした状態でキットにして、もうビスを打ち込むだけで外で使える家具を作ろうと思って、これちょっとね2021年の5月6月ぐらいにはその作り方とかをちょっと YouTube で公開して。それは楽しみですね。いやーね、やっぱりちょっと家具屋が作る家具だと良すぎるじゃないですか。そうですね。でもなんかちょっと安いのだとすぐバフバフで壊れちゃうし、ちょっとそういうのをちょっと今自分で作るところも含めてやる。なんか僕はそこのコーティングの方がすごい逆に、この話でこれでまず1時間かかります。コーティンングオタクなのであれなんですけど、はい、今やってます。そうですか、はい、ありがとうございます。楽しみにしています。はい、それでは今日は特別もう超スペシャルゲストにファクトリーギアの高野倉社長に来ていただきました。本日大変ありがとうございました。ありがとうございました。Okay, back in English. So how was it? Mr. Takanokura always impressed me with many inside stories behind the tool manufacturers. And it's a great honor to have him as my first guest on my channel. Obviously, Grizzly Bear was the first guest, but it was a pre-episode. Hey, what's up, Ri and Steffi in Taiwan? When you get a chance,
please visit his store called Dean Style Tokyo in Taijao. Here, I've got freebie giveaways for my viewers, of course presented by Factory Gear. Actually, Yukiko, who is a store manager at Factory Gear in Sapporo, she's an amazing lady by the way, but she forgot all of them in her hotel room when it was recorded. Anyway, thank you Mr. Takanokura and Yukiko. Let me tell you what I got. The first one is Dean 2 polishing cloth made in Japan. This is made of 2 micron fiber, a material called Tracy by Torre, and this is washable. I haven't gotten this, I'll buy one for myself. Next one is D&J rechargeable stick light, 300, 180, 20 lumen, switchable beam patterns with 650 mAh battery. It's a high power pen light, only 57 grams, and IPX4 dust and water resistant. This is the last one. What's in the box? Oh, this is D&J hybrid driver. I guess this is version 2. It comes with a number 2 Phillips screw bit. Oh, if you change the top bit to a Posi number 2, this will be perfect for your Land Rover interior panel. I'm gonna add a PB Swiss Tools Posi bit from my tool cabinet for this driver. To enter lottery, follow my Instagram account at silentfleet as shown on the screen and direct message me that you want them. Sorry, you can't choose which item. I'll pick winners randomly. You don't have to send your personal information until you win. Just message me as I want Dean. I'll pay for shipping and you may be asked to pay tax and custom duty. And again, a big thank you Mr. Takanokura, the director of Factory Gear. Please subscribe his channel as well. It's probably the world's fastest tool review YouTube channel. It's only in Japanese, but you could tell what he talks about. Also, please visit Factory Gear stores when you are in Japan. 13 stores all over Japan, one in Bangkok, one in Samprakhan, Thailand, and one in Taijao, Taiwan. You can touch and feel most amazing tools made in this world. If you have any questions or comments, go ahead and leave those down below. If you are not already subscribed, make sure you do that. My subscribers are nearly 1,000 subscribers. Many thanks for your continuous support. And I'll be sure to get more videos how to build an overlanding Defender. Until next time, see you guys. Stay safe and well. Sayonara! You cheated. Did you hear that? And you lied. Hear what the brother said about